これでいいよな、数は。最初のやつは特殊資格の追加審査書類。後半の再発行申請もまあいいだろうけど、シルバーパイン通りへの無申告立ち入りに関する補足説明ってのはなんだ。今までのやつを全部合わせたのと同じくらい分厚いんだが。第3回から始まるその書類、私も今日初めて見たわ。あはは。この書類の山、公式手続きってよりは単に俺を困らせるためのもんじゃないのか。その点は反論しないわ。私の花金がそのせいで半分潰れるなんて聞いてないもんね。私の印象だと支部長は余計なことをしないタイプみたいね。テレビでしか見たことないけど。ナビゲーターくん、彼女から個人的な恨みを買うようなことでもしたの？個人的な恨みではないと思うが、やったかもしれない。見かけによらないわね。いい子ちゃんみたいな顔して。あ、この書類、あなたの愛義身分証の控えがいるみたいよ。この端末で呼び出してもらっていい？身分証か？ちょっと待ってくれ。よし。こっちは済んだわね。頑張ってね、ナビゲーターくん。30分以内に終わらせればボロトネイの夜の観光スポットがいくつか残ってるかもね。もうこのままホテルに帰って寝たい気分なんだが。言っておくけど、さっき片付けた量は全体の3分の1程度よ。半分以下なのか？幸い、残りのほとんどは前のと似たような注意事項だったわね。だとしてもあのあとさらに1時間かかった。今は8時47分か。お前の言った通りこの時間に開いてる店は多くないな。ボロトネイはこんな街なのよ。みんなナイトライフにはそれほど興味がないみたい。さっき30分以内に終わらせればって言ったのは、近くでやってるオペラの最終上演に間に合うからよ。今からじゃもう入場できないわね。別に休暇の初日の夜にスケジュールを詰め込まなくてもいいんだけどな。ところでリドミラさん、前に科学館だって言ってなかったか？ずっと書類仕事に付き合わせて面倒をかけたんじゃないか？もうかけちゃったでしょ。貴重な連休前の夜がもう終わりそうよ。それについては謝るよ。けど俺が言ってるのは仕事上の手間だ。気にしないで。ボロトネイみたいに狭い場所ではアイギス内部の役職もそんなに細かく分かれてないの。一応科学研究チームと呼べる編成があって巨大化施設も付属しているけど、そういう重要な研究の場合、私たちには声がかからないことが多いし、技術問題を解決できる事務員として扱われることの方が多いかな。箱舟周辺エリアの精鋭執務機関と比べると、私たちは昔ながらの政府組織に近い存在なの。出張行政機関みたいなものと言ってもいいかもね。オフィスを見た時からそうなんじゃないかと思ってたが、随分ストレートな表現だな。大丈夫よ。出張行政機関にはスタッフが企業イメージを損なう話をしてないか監視するような担当者はいないから、もしいたらそいつにあなたの書類の山を処理させて、
私はバーでイスにカクテルを作ってもらうかもね。イス？イスってのは私の友達よ。この通りで一番イケてるバーを経営しているの。一番イケてるバー？バーってのは雑誌でしか見たことないんだが、お前の友達の店は何か特別なのか？全然小さなお店よ。メニューにあるカクテルはカティアのどこにでもあるものばかり。置いてあるテレビは古くてしょっちゅう壊れてる。それに内装もごく普通ね。最近最後のインターンもやめたわ。最初に言ってたことと全然違わないか？そこは重要じゃないの。私にとってバーは誰かとおしゃべりする場所よ。イスはこの町で一番の親友だから、あそこは最高のバーってわけ。そういえばナビゲーターくんは成人してるんでしょ？ホテルに戻っても無駄に時間を過ごすだけなら私と一緒に行ってみない？すぐ近くなの。別にいいけど、ホテルに戻ってもすることがないのは確かだ。年齢についてはまあ大人だな。どの計算方法でも。普通の人はそんなにいろんな方法で年齢を計算しないと思うけど。複雑な事情があってな。とにかくお前にカティアの飲酒規制法を破らせるようなことはない。なら問題ないわ。でもイスには1時間経ったら戻るからって言ってあったの。もうとっくに過ぎてるわ。お客さんがいないからって早じまいしてないでしょうね。うちの商売はそこまでひどくないって言ったはずだが。キャーイス！リュドミラさん、さっきその人はバーを経営してるって言わなかったか？イス、いくら売り上げが少ないからって闇ビジネスに手を出しちゃダメじゃない。ざれ言は酔ってからにしてくれ。はあ、こいつはあの路地に住み着いているチンピラだ。向かいのコンビニから泥棒だと叫ぶ声が聞こえたから飛び出して捕まえたんだ。こいつを担いでくれるつもりがないんなら警察に通報してくれないか。もう一人の仲間がどこへ逃げたかわからないが、こいつらには相応の報いを受けてもらおう。つまり今お店には誰もいないってこと？ニコライが手伝ってくれている。残念ながらうちの店には君以外の客もいるんだ。あ、珍しいな。友達か？さっきの残業の元凶よ。人を緊急の書類みたいに言わないでもらえるか？客観的事実でしょ。とにかくイス、彼はもうすぐお客になるわ。もうちょっと丁重に扱ってよ。お客か。君本当に成人しているのか？最初の反応がそれとは。俺ってそんなに若く見えるか？鏡を見てみるといい。多分成人しているだろうが、そうでないようにも見える。話は変わるが、うちの店はノンアルコールも置いている。あ、どっちにしろ今から行くんだ。後で忘れないように先に言っておこう。キャンプファイヤーへいらっしゃいませ。巻いてやったぜ。何してたんだあの暴力女。
なんでいつもわけわかんねえ場所から出てきやがるんだ。あいつのおかげでかっぱらってきたブツが半分になっちまった。本当ならもう何日か持ちこたえれば次まで待てたんだが、セルゲイのおっさんにまたどやされるぞ。その辺は考えないようにしよう。またあの暇を持て余してる女に会っちまったら面倒なことになる。よし、気絶しただけだね。普通の人間が相手ならこれくらいの力で十分みたいね。私にとっては変な話だけど、人のものを奪うのは良くないんだよね、多分。だからあんたのものは私がもらうよ。あんな風に直接店から持ってくればいいって？ダメダメ、カウンターの中にいる人がすぐ追っかけてくるから無理だよ。ああやってこっそり持ち去って見つからなければいいの？あ、一人が捕まった後、もう一人が物を持って逃げた。このパンみたいなものはそのまま食べるんだよね。袋に入ったこれは何？まあいっか、持ってこ。それにこの瓶、うわっ、強烈な匂いね。本もある。食べ物を詰める箱にでもされたの？ゴルカって読むの？これも持ってこっと。ちょうど新しい部屋に照明があるからね。ダメでも薪として燃やせばいいし。悪いけどこれは私がもらうよ。起きたらもっと努力してね。いや、普通の人は雪の中で眠ったりできないよね。おととい見つけたあの小屋に置いていこうっと。私は他の場所を見つけたし。